皆さんこんばんは。バイバイニュース山崎です。お久しぶりです。今日は2019年の11月の28日木曜日ですね。時間が日本時間の夜の9時15分ということで、ほぼ予定通り、放送を開始できるということです。で、私はもう3週間ぶりですよね。この放送再開、今日、再開するということで、11月の5日ですね。前回の放送は火曜日。その時のメインテーマが、今の日本は安倍晋三内閣総理大臣による独裁国家であり、決して議院内閣制の民主国家ではないというテーマで、放送をメインテーマとして放送を行ったんですけど、急遽ですね、休養ができて、パリに2週間ぐらいいたんですね。そしてようやく帰って、今日3週間ぶりに、放送を再開できたということで、ありがとうございます。拍手ですね。ということで、まだなんか久しぶりなんで、今まで毎日放送やってましたんで、かなり手慣れたもんだったんですけど、ちょっとぎこちなさが残るということかもしれないんですけど、今日の放送を始めたいと思います。土山純一さんですね、いつもありがとうございます。コンティニューコイン2枚ですね。からキララカットさんがお茶爆10ということですね。ということで、最新のお知らせは今言いましたように、3週間ぶりで、放送を再開しますということです。そして2つ目はですね、今週の土曜日、11月の30日午後5時から7時、これ毎月1回、やっております根っこ勉強会の第25回目というのを開催する予定です。そして、いつものようにワイワイニュースライブで、ライブ中継するということなんですね。それで今回は25回目ということで、もう2年以上やってるんですけど、今回も前回と引き続いて各パネラー4名がですね、独自のテーマを、最初問題提起して、後で、全員で、討論するという形式で今回もやろうということです。土山純一さん、よかった、お元気そうということで、ありがとうございます。元気ですね。ちょっとタイムラグっていうか時差の関係でまだぼーっとしてますけどね。ヨーヨーさんコンティニューコインですね。ということで、各パネラーのテーマなんですけど、天野さん、元安さん、2020年開始予定の Facebook 仮想通貨リブラとは何かというテーマです。から大津恵子さんが、日本人を思考停止させる天皇制とは何なのかというテーマです。から三角さんが、今問われている表現の不自由とは何なのかということですね。そして私ですけど、実体経済の数十倍の規模を持つ金融経済に課税して超金融資本主義を終わらせる市民革命が今全世界で必要なんだというテーマです。なぜ全世界で必要なのかっていうのは、今回2週間パリにいたんですけど、2年半ぶりなんですね。で、2年半前と今回の、パリを見た感じですと、もう信じられないくらいですね、フランス社会、フランスの文化が劣化しちゃってるということなんですね。例えばパリでの、典型的な名物としてのカフェがありますよね。カフェで、名物のガルソンが
うまく客あしらいをして、そして、美味しい料理を安い料金で提供するというのが長年のパリのカフェ文化だったんですけど、それは完全にもう崩壊してますね。2年半前もそうだったんですけど、もうさらにひどいということで、ガルソンの質がですね、客を客とも思わないという客扱いのひどさ、そして料理のまずさ、メニューの少なさ、量の少なさ、料理の品質の悪さ等々、そして価格だけは高いとこういうとんでもない世界の中に、パリ名物の、フランス文化の一つの象徴として、存在してたカフェ文化がもう崩壊しちゃってるとこういうことなんですね。それと2つ目はですね、街中に、至る所にいわゆる物乞いの人がいるということなんですね。2年半前も確かに多かったんですけど、今回ははるかに多いですよね。そして、さらに、悪いのはそのような、社会的な弱者に対するパリの人たちの態度がですね、非常にもう完全に、切り捨てるということで、誰も関心を持たないと。1ユーロ、今120円ぐらいですけど、125円ぐらいですけど、1ユーロさえも上げないということなんね。でメトロの中にも、特に目立ったのがシリアからの難民の人たちが、子供赤ちゃん連れで、1ユーロでもいいから自分の子供にミルクを飲ませるために恵んでくれというふうにして、メトロの中で、ずっと物乞いするんですけど、ほとんど誰も小銭をあげないと。私はできるだけ小銭をですねあげてたんですけど、私以外ほとんどあげないというのは一体何なんだと。まだ2年半前のパリっていうのは彼に対する共感っていうのがあったと思うんですけど、今はほとんどないということなんですね。そしてメトロのプラットフォームにも物乞いの人がいると。で特にご老人多いんですよね。ということですね。そして、3つ目は私の、2週間の間でもジレジョンヌのデモがあり、そして、病院の医者とか看護婦の全国的なゼネストがあったんですね。そして、教職員、学校教職員、教育労働者のストライキ、そして、仙台のトラクターがパリに集まってデモをしたという農業労働者、あるいは自営業者ですよね、の農家の人たち等々がいわゆるフランス社会を中心的に担ってきた人たちがもうこれ以上マクロンの自由主義経済政策、金持ち優遇に耐えられないという意思表示を始めたと。それが全国規模で、広がっていると。そして、私が滞在中かな、リヨンで大学生が焼身自殺したんですね。リヨン2という第二リヨン大学の学生22歳かなが自分はサルコジ、オランド、そしてマクロンの自由主義経済に殺されるんだという意思を残してガソリンをかぶって火をつけたということで90%以上やけどして
渋滞なんですよね。でそれをきっかけにして、全国で、大学で、抗議のストとかデモが起こったということで、結局苦学生なんですね。で、フランスの場合は、バカロレアという高校3年の時に全国一斉で、高校卒業資格試験というのがあって、それに合格すると定員があればですね、誰でも希望する大学に入学できるということで、非常に門戸が開かれてるんですけど、一旦入ってからの進級がフランスの場合は3年ですから非常に難しいんですね。で100人入ったらおそらく3年で卒業できる人がおそらく3分の1ぐらいしかいないということで、勉強しないと進級できないという、普通のことなんですけど、ですからこの苦学生はですね、自殺未遂をした学生は奨学金をもらったんですね。月5万円ぐらいかな。でもそれでは生活できないんで、アルバイトしたということで、アルバイトをしたためにですね、勉強が追いつかず2年間落第して留年したと留年したということで、結局奨学金を打ち切られちゃったということなんですね。ですから日本みたいに、門戸を大学の門を非常に狭くしてで、意図的にですね、受験戦争を煽って、そして高い金を払って、塾とか予備校に通って、そして、一旦入学すればもうほぼ自動的に4年間勉強しないでも卒業できるというシステムと全く違うんですよね。ということで、あれやこれは見てですね、これはひどいなということで、私がずっと提起しているいわゆる市民革命こそが単に日本だけじゃなくてフランス、あるいはアメリカ、イギリス、ドイツ、ありとあらゆる世界各国の社会がまさに、金融経済が実体経済を破壊するという今日のメインテーマになるんですけど、超金融資本主義の段階の最終段階に来ているということなんで、それを最終的に構造的に根源的に解決する道は一体何かというと、それはもう市民革命しかないなというのを本当感じましたよね。単に日本だけの問題じゃなくて、この日本、市民革命政権樹立による金融経済に課税して、実体経済を復元すると、復活させるという戦いこそが全世界でまさに必要だなというのを実感しましたね。ということで今日のメインテーマはさっき言いましたっけ、今日のメインテーマは何でしたっけ、ちょっと待ってください市民革命政権が我々が目指す市民革命政権が実現する社会とその基本政策とは一体何なのかというのをまとめたんですね。ナンバー1、まさにこれですよ。これは単に日本だけじゃなくて世界で必要なんですね。世界のいわゆる一般市民、一般庶民がこのままいくと殺されると、貧困の中で殺されると、搾取され支配され戦争を起こされテロを起こされ、殺される
いう義理の状態になって、それを根本的に解決する道はこれしかないなという確信を私は持ちましたね、これね。ということです。初耳さん、山崎康彦、今の日本は安倍晋三内閣総理大臣による独裁国家では決してなく、議院内閣制の独裁国家でありと、決して議院内閣制の民主国家ではないという前回のテーマですね。初耳さんです。K さん、拍手が3つ聞きましたね。ありがとうございます。砂月さん、第2のフランシーヌの場合ですよねと。ですねということですね。初耳さん、コンティニューコイン。から砂月さんが第25回か。今回は25回です。私間違えましたけどね。第25回です。明日、明後日、土曜日、猫勉強会25回です。テーマはこれですね。これは違うんだ。今日のメインテーマをリツイートしてくれたんですね。から初耳さんがコンティニューコインが123456、いつもたくさんのコンティニューコインありがとうございます。配信ありがとうございますということですね。から初耳さんが今日のメインテーマをリツイートしてくれたと。から砂月さんが毎回ですね、初めてご覧の方へということで、山崎氏のキャスは一言一行コメントが集団嵐行為があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散共有にご賛同ならツイッター連携で拡散共有してくださいということですね。ということです。ということで、そうか。そうですね。今までのところをアップしますね。で、3週間ぶりに放送を再開しますということです。それから今週の土曜日、明日、明後日、第25回、猫勉強会を開催すると、5時から7時ですね、ツイキャステレビで、ライブ中継しますと。で今回も前回と同じように各4人のパネラーがですね、独自のテーマを最初15分ぐらい説明するということで、あとは全員で討論するということで、最初、この順序でいくかどうか分かんないんですけど、天野さん、2020年、開始予定の Facebook 仮想通貨リブラとは何かということですね。それから大津恵子さん、日本人を思考停止させる天皇制とは何かと。大商祭のフィーバーがあって、まさに思考停止してるんですね。から三角忠さん、今問われている表現の不自由とは何かということで、これは名古屋での表現の不自由点がネトウヨ安倍、局の妨害によって一旦は中止になったんですけど、最後の5日間ぐらいは復活したということが象徴的に見える日本での
表現の不自由とは一体どういうことなんだということですね。そして、私が実体経済の数十倍の規模を持つ金融経済に課税すると、そして、超金融資本主義を終わらせないと我々は殺されるというギリギリのところまで来てるんですね。で、市民革命政権の樹立しかないんだと、そして金融経済に課税するしかないんだと、金融経済を解体するしかないんだと、こういうことなんですね。砂月金さん、山本太郎ついに信用創造に言及と、山崎さんのコンタクトの成果と、いいですね。まさにそうなんです。ここが肝なんですよね。信用創造。信用創造特権を一部の人間たちが独占していると。そのことによって、膨大な莫大な信用創造が彼らの利益のために生み出され使われ、そして実体経済を破壊していくというのが今の超金融資本主義の段階なんですよね。だからかつてはいわゆる金融資本主義、その前は産業資本主義、その前は商品資本主義、その前は農業資本主義ということで、やはり人間はですね、物を食べ、エネルギーに、あるいは自然のもの、動植物を加工して、自分たちの生命維持活動のために、利用して、発展すると、生存するという意味で資本主義そのものなんですね。資本主義をなくすっていうことはありえないんですよ。それはもう完全に、何も食べない、何も自然物を加工しないという中で、人間が生存存在し続けられるという空想的な世界でしかないんですね。だから物に依存せざるを得ない我々人間というのは資本主義社会に住まざるを得ないんですよ。それの究極的な形態が現在の金融資本主義が超金融資本主義で、金融経済が実体経済を破壊すると、あたかも健全な細胞に作った腫瘍がですね、健全な細胞が生み出す栄養とか血液とか等々を吸い取って、膨張していくと、そして、毒をばらまいて、健全な細胞をがん化して、死滅させていくという状態なんですね。それが超金融資本主義と。そしたらそれをストップできる方法はあるのかということなんですね。でそれはまあ日本に、ローマ法王が来て長崎、広島、東京ということで、3万人とか5万人の信者を動員して、核兵器廃絶、あるいは原発を持つことは倫理的に許されないというかなり踏み込んだことを言ったらしいんですけど、ただ彼はこの超金融資本主義を根本からなくしていく力っていうのはないですよね。ただ祈ればいいんだと。核兵器の廃絶とから原発の破棄を祈れば、現実がそのようになるんだというのは全くのインチキなんですね。
だから彼はいいこと言って多くの人に感動を与えたんですけど、でも言ったっきりなんですね。言うだけじゃ何にも現実が変わらないということなんで、現実を根本から変える方法っていうのはもう市民革命政権の樹立なんですよ。世界各国で私は有権者の 10%、 日本では1000万人が覚醒して、利権特権を求めない普通の市民が立ち上がるということで、今日のテーマですけど、市民革命政権を樹立して、このような社会を目指すんだと。そのためにはこのような基本政策が必要なんだということを、今日のメインテーマにしたわけですよね。ということです。何言ってたかっていうのは、どこまで行きましたかね。ちょっと待ってください。今日のそっかそうですね今週土曜日予定の第25回根っこ勉強会の各パネラーの説明をしてたんですよね。そして、最後の私の個別テーマの説明がちょっと長くなっちゃったということですね。で次のコラムですけど、今日の一言ということで、これジム・ロジャースの言葉ということで、これなかなかいい対談記事が載ってて、11月18日付の記事、東洋経済新報オンラインの対談記事、人口減と借金で30年後に日本終了の現実見と。これはジム・ロジャース氏と、それから岡本昌司というなんか会社の経営者らしいですけど、この対談なんですけど、もう格が違うんで、この岡本さんっていう人がどういう人物かよく分かんないんですけど、彼はまだジム・ロジャーズほどの危機感は全然持ってなくて、逆にこの危機を、日本の危機をバネにして、世界に冠たる日本を再度復活できんだっていう、希望的観測を述べているに過ぎないんですね。それで、私はこの記事の全文をですね、今日の注目情報として載っけたんですね。これそうですね、東洋経済新報オンラインです。これちょっと URL やりますね。これだけ長い記事の全文をですね、惜しげもなくネットで、オープンにするというのは大したもんですよね。東洋経済新報、今毎日とか朝日とか日経読売、これが全部記事全文公開しないで、美味しいとこだけやって、あとは金払わないと読めないよという自分で、自分の首を絞めるようなことをやってるんですけど、この東洋経済新報オンラインというのは惜しげもなくですね、記事全文をオープンにしてるんですね。そしてこの記事の中で私が印象として残った印象深いジム・ロジャーズの言葉を今日の言葉にしたんですね。で非常に重要なことを言ってるんですね。これ11月18日ですから10日前の記事なんですけど、彼は実は数ヶ月前までは今よりもっと楽観的だったと。日本経済の先行きは世界経済に左右される部分があり、私は世界経済は
今後数ヶ月のうちに終わりを迎え始めると考えていると。つまり日本もこの影響を受けることは避けられないと。恐ろしいことを言ってるんですね。私は世界経済は今後数ヶ月のうち、数ヶ月ですよ。ということは来年の2月とか3月、4月のうちに終わりを迎え始めると。だからリーマンショックと同じような展開になるよと。こういうことなんですね。ということはリーマンショックが2008年の9月15日、8月の9月15日ですよね。リーマンブラザーズが倒産したと。でその前の前兆として、不良債権がどんどんいわゆるサブプライムローンの負債を抱えた貧困層がもう払えないということで不良債権化したというのがもう1年以上前から始まっているということなのですからその同じような兆候がですねもうすでに出始めてるっていうことを彼は掴んだんでしょうね。ということですね。だから彼は数ヶ月前までは今よりもっと楽観的でしたと。日本経済の先行きは世界経済に左右される部分があり、私は世界経済は今後数ヶ月のうちに終わりを迎え始めると考えていると。つまり日本もこの影響を受けることは避けられないと。だから日本は来年7月から東京オリンピックということでまた膨大な借金をおそらく4兆とか5兆の国税をですね、投入して、バカ騒ぎをするんですけど、その後ですねオリンピック不況が襲うと、借金が膨れ上がるということですので、世界金融恐慌がもう来年の春ぐらいから始まるよということで、日本の影響っていうのが来年の東京オリンピックが終わった9月頃に、出てくるんじゃないかという感じがしますよね。2番目、日本は長きにわたって繁栄してきたと。確かに大変な問題を乗り越えてきたことも何度もあったと。しかし今直面している問題に対してどんな解決策があるのか私には分かんないともうさじを投げちゃってるんですね。日本の借金は日々膨れ上がっている一方で人口はどんどん減っていくと。これは意見ではなく事実だということなんね。で3番目、日本の将来を考えた時ものすごい勢いで子供を増やすか移民を受け入れるかとんでもないスピードで借金を減らすかしない限り日本の長期低迷は不可避ですと。借金が増えて人口が減ると。単純な算数の問題ですと。あなたは私が知らない何かを知っているのかもしれませんがと。あなたっていうのはこの岡本っていう人ですよね。このままいけば悲惨な結末しかありませんと。日本がすぐに消滅することはありませんがそのうちなくなってしまう可能性だってあります。だから2、30年後は日本がなくなっちゃうというふうに考えてるんですね。4番目、ジム・ロジャーズの言葉。30年後には人口がぐっと減って、6000万人になると。借金はものすごく増えると。現在は1100兆円ですから30年後だいたい2000兆円ぐらいになるんじゃないですか。でどっかで暴動が起きてもおかしくないと。その頃に日本は今のような平和で落ち着いた法を遵守する人たちの国ではないと。あなたはこれまでの人生でこの国における繁栄と平和、静寂と自由しか経験してないかもしれない。しかし奇跡が起きない限りこれから30年後いや10年後に違う状況になっている。だから私が2週間いたパリはまさにこういう状況なんですよね。
人々は他人に対する思いやりほとんどなくなっちゃってると。法を守んないと、解決策がないと、行き詰まっちゃってると、先行きが見えないというのが私が見たパリですね。だからこういう状況に、10年後じゃなくて、おそらくこのままいけば5年後日本はこうなるでしょうね。雪丸松さん、コンティニューお帰りなさいと。ありがとうございます。そうですね、戦後の日本っていうのは繁栄と平和、静寂と自由しか経験してないと。しかし奇跡が起きない限り、これから30年後、いや10年後、私は5年後だと思いますけどね、違う状況になっていると。だから人は法律は一切守んないと。だから安倍が守んないのと全く同じ状況が、全国民が安倍化しちゃってるということでしょう。で5番目、安倍首相は最近新たに37万5千人の外国人労働者を受け入れると発表したと。これには私も驚き、素晴らしいことだと思ったと。しかし人口1億2500万の国で、今後5年間で37万5千人増えたとしても、問題の解決にはほぼおぼつかないと、ほぼつながらないと。ひょっとしたら外国人に対する恐怖感などを減らす一助にはなるかもしれませんが、ということで、彼は人口減を日本の人口減を改革する方法は唯一、外国人労働者を大量に移民労働者を入れることということなんですけど、それは間違ったんですね。その結果、今特にフランス、ドイツ、イギリス等々で起こっている、いわゆる社会的な断絶、人種差別、宗教差別、肌の色の差別等々のるつぼになっちゃってるわけですよね。だから彼はジム・ロジャースさんは株が上がるとか、あるいは国債が上がるとか、あるいはデリバティブ金融商品の価格が上がって、差額が莫大な差額が差益が儲かるということでしか、彼は投資家ですから見てないんですけど、何の受け入れ体制もない中で、労働者不足を賄うために大量の外国人を輸入した結果、今のアメリカもそうですよね。欧米諸国があるということなんですね。受け入れるんだったらちゃんとした、いわゆる言葉の教育、あるいは受け入れ体制、家族が同化できるような体制を作ってから徐々に入れるべきなんですね。ということですね。で6番目、しかし問題、日本では変化を起こすのが大変難しいと。変化は日本を表す言葉ではないと。今若い人が子供を持たないのは将来に対する不安が大きいからと。日本では誰もが何かがおかしいと感じてるわけですと。そうですよね。彼言ってるの正しいですね。7番目、あなたは人材の流動性を上げるべきだと主張しますが、実際に仕事を変えろと促してどれだけの人が変えるでしょうかと。ここにこんな新しい仕事がありますよと伝えたとしても、多くの人はだから何という感じではないでしょうかと。特に中堅クラス以上の人は若年層でも変わりませんと。何といっても彼らの一番の野望は公務員になることなんですからと。若者がこぞって公務員になりたいという国がエキサイティングな国なんでしょうかということなんですね。でフランスのこの現状を憂えてる若い人は
もうフランスを捨ててですね EU、まあ、ドイツとかアイルランドとかあるいはエストニアとかですね、捨てて若者は外に出ていくという流れが今出てきますね。出てますね。これはいいことなんですね。でも日本はそのような勇気を持って若者が日本を捨てて外国に移住するという若者はどんどん減ってて、内向きになっちゃってるということで変化は起こんないという、まあ彼ジム・ロジャーさんの言葉は正しいでしょうね。ということです。というのが今日の言葉です。ちょっとこの分砂月さん、少子化で外国人に、頼ればいずれ、警察も自衛隊も外国人に頼ることになると、外国人が多数の警察自衛隊が日本の警察自衛隊と言えるかどうかということですね。ジム・ロジャーズの言葉。彼は前から世界的な金融恐慌が必ず起こると言ってたんですね。それがもう数ヶ月に迫ってきているということを彼は確信を持ってるんでしょうね。そしてその問題が発生する日はどんどん近づいていると。だから私は昨年秋に日本株は全て売却したと。日本が何、増税を行うと分かったタイミングと、増税で得する人などいないという。だから安倍が5%から8%に消費税を上げた段階で日本株を全部売ったということでしょうね。これはあれか、言葉。さすがの彼も日本の抱えている問題、少子化とそれから膨大な借金、これを短期間に解決する方法は分かんないと言ってるんですね。さじを投げちゃったんですね。借金はどんどん膨れ上がっていると。だからこういう社会にしたのは誰かというと、安倍晋三をはじめとする戦後の日本の政治を独占支配してた自民党、そして、それを補完してきたカルト宗教公明党創価学会、こいつらなんですよ。このことをはっきり見極めないとダメなんですよね。3、日本の繁栄を将来を考えた時、ものすごい勢いで子供を増やすか移民を受け入れるか、とんでもないスピードで借金を減らすしかないと。日本の長期混迷は不可避と。借金が増えて人口が減ると。単純な算数の問題と。あなたは私が知らない何かを知ってるかもしれないが、このままいけば悲惨な結末しかないと。なんかこの岡本っていう対談相手はなんかあれやこれ言ってるんですけど、
何の根拠もないんですよね。ただ希望的な観測を言ってる。なんかコンサルタントみたいですね。日本がすぐに消滅することはありませんが、そのうちになくなってしまうと。なくなってしまうってことはもうほとんど三流国四流国で、ただただ貧しい中で、存在しているという、江戸時代に戻るんじゃないですかね。4番、30年後には人口がぐんと減って借金がものすごく増えると。どっかで、暴動が起きてもおかしくないと。その頃には日本は今のような平和で落ち着いた法を遵守する人たちの国ではなくなっていると。で、確かに日本に帰ってくると街はきれいだし、ゴミがないし、みんな気を使いながら法律を遵守しながら生きてることが本当分かるんですね。パリはもうゴミだらけだし、落書きだらけだし、人への配慮っていうのがどんどんなくなっているということでしょうね。だからまだいいんですね。ただおそらくこのままいくと4、5年でパリ化するでしょうね。安倍首相は最近37万5千人の労働者を素晴らしいことだと。しかし人口1億2500万国で5年間で37万5千人増えたとしても何の効果もないと。しかし、問題は日本は変化を起こすのが大変難しい国だと。変化は日本を表す言葉でないと。そうだね。伝統ですよね。天皇制ですよね。あなたは人材の流動性を上げるべきだと主張しますが、実際に仕事を変えろと促してどれだけの人が変えるでしょうかと。机上の空論を言うなということですよね。だからおそらくこの岡本っていう対談相手っていうのは安倍の働き方改革とかというプロジェクトに参加してるんでしょうね。向こう側でしょうね。ここに新しい仕事がありますと伝えたとしても、多くの人はだから何という感じで、全然反応しないと。変化を嫌うんですよね。なんといったって彼らの希望は野望は公務員にあると。確かに日本の公務員は世界最高に保護され高給料ですからね。国民の平均給与の 1.74 倍ですからね。ほとんどの先進国はせいぜい 1.1 倍、ドイツなんか 0.9 倍ですからね。ということです。外国人観光客が財布を落として手つかずで買える日本は偉いといういつまで言えるかと。そうですね。貧困化で、殺伐としてくるということで、もう始まってますよね。というのがジム・ロジャーズの言葉ということですね。そして今日の注目情報で先ほど URL をアップしましたこの岡本昌司という人との対談の全文ですね。
ということです。現在これ50分か、50分15秒ですね。41名様、全体で99名様、コメントが29件ということですね。そして久しぶりに今日の推奨本の続きですね。ジム・ロジャースさん、日本への警告ということで、今日は第46回目です。第4章、家族とお金を守るために私が学んだ9つの成功法則ということで、今日はお金について学ぶことを怠るなと。163から167の4ページですね。ここ読みますね。お金について学ぶことを怠るなと。お金のことを気にするなと先に述べたが、10代の若者がお金や仕事について学んでおくことは重要だと。一切知らないまま23歳を迎え、慌てて学ぼうとする人もいるが、これでは遅すぎると。お金の基本を理解していないせいで多くの人生が破壊されてきたと。世間の人々はお金をただ単に使うものと思っている。だからこそ無駄遣いから借金を作ったり、生活費の不足から結婚が破綻したりといった問題が起きていると。行き当たりばったりでお金を使い、家計の破綻を起こす家庭がなんと多いことかと。日用品や食べ物のことで親が喧嘩ばかりしていると、その不安は子供に伝わってしまうだろうと。せめて安全な生活を保障するくらいの最低限のお金はやはり必要だと。お金は貯めるものであり使うものではないと。娘たちにはこうした考え方を育みながら成長してもらいたいと考え、彼女たちが生まれてすぐに豚の貯金箱を6つ買い与えたと。そしてそこにアメリカドルやシンガポールドルなど通貨ごとに貯金をさせていると。私は娘を通貨投機家にしたいわけではないが、異なる種類の通貨があることや貯金をすべきというシンプルなことを知ってもらうためにこのようなことを行っているんだと。彼女のハッピーという娘さんですね、下の娘だね。2歳の頃、日本のテレビ局が取材に来たことがあると。その時、ハッピーが自分の貯金箱にお金を入れているところを取材班は撮影していたと。その姿を見て、私は本当に嬉しく思ったもんだと。お金をもらうとすぐに買い物をしたくなるのが子供心だが、貯金をする意味を伝えると小さい子供でもきちんと理解できると。ハッピーもそうだったと。ある時、彼女が妹よりも、上の女の子だ。妹よりも持っているお金が少ないことに気がついたと。私はその理由を知っていた。どうしても欲しかったバービー人形を買ったということを、そのことを私はハッピーに説明してた。バービー人形を買ったからお金が少なくなったんだよと。何かを買うとお金は失われると。当たり前のことだが、頭では分かっていても人は無意識にお金を使ってしまうものだと。ハッピーは自らの経験を通してお金がなくなるという事実の痛みを体験したことで、より慎重にお金を使うようになったと。とても大切な教訓を得たわけだと。お金を得るためには働かなくてはならないということも理解させておく必要があると。私や娘に小遣いなどを与えず、ベッドメイキングなどの仕事をした時に報酬を渡すようにしている。これも一つのレッスンだと。豚の貯金箱がいっぱいになったら大きな銀行で数えてもらい、娘の口座に入金させていると。銀行に預けると取引明細書が発行されるようになるので、それを見ながら私は利息について教えたと。だから娘たちは世の中には利息というものがあり、預けていれば複利でお金が増えることも理解していると。今は世界中銀行に預けていても大した利息はつかないが、それでも銀行に預けることはいいことだと認識させることは大切だと。娘も今は外で働ける年齢になったと。私はハッピーが14歳の時に仕事を見つけるように彼女に伝えたと。もう家の手伝いで報酬をもらうのではなく、外に出て仕事を見つける経験をしてもらいたかったからだと。私自身、アメリカの片田舎に住む貧乏な少年だったが、田舎を飛び出して自由を手にするために若い時から仕事をしていたと。5歳の時には野球場で空き瓶を回収したり、少年野球の試合でピーナッツを売って歩いたりしていたもんだと。
仕事をするにはまず条件の合う仕事を探す必要があると。仕事が見つかったのなら時間通りに職場に行って指示通りに仕事をしなくてはならない。そうしたことをどんな仕事をしたとしても学ぶことができると。お金を稼ぐということは決して簡単なことではないと。そのことを知るためにも娘たちに仕事をしてもらいたいと私は考えたと。ハッピーに仕事を探すように言った私は、彼女がマクドナルドで時給8ドル程度の仕事を見つけてくると踏んでいた。ところが彼女は中国語を教える時給25ドルの仕事を見つけ、今は時給30ドルを稼いでいると。娘は私が思ったよりもずっと賢かったようだと。娘たちはジム・ロジャーズの娘ということで甘やかされているように思われるが、私はそうはしたくないと。私の遺産についてもまだどうするか明確に決めていないが、あまり多くを家族に残すべきではないと考えていると。少なくとも40歳になるまでは2人の子供たちは遺産には手をつけられないようにするつもりだと。娘たちには自分自身の足で人生を歩んでもらいたいと。だからこそ私は生きているうちに娘たちにお金や仕事について教えているという、なかなか賢明な父親ですね。というのが今日のところです。で、明日金曜日第47回目、何のために稼ぐのかを忘れるなと。これで、第4章終わりですね。から第5章、これからの時代に勝つ投資ということで、これはまあ投資家のあれですけど、まあ面白そうなんで最後まで読み通そうと思ってますので、ということです。そして今日のメインテーマですね。市民革命政権が目指す社会とその基本政策とは何なのかと。ナンバー1で、最初は市民革命政権が目指す20の社会とは何なのかというのを、これはブログでですね、すでに発表したんですけど、再度重要なんで、ここで再掲するっていう意味で、20の社会とは一体何なのかということですね。で、1、権力による支配と抑圧のない自由な社会と。2、権力による搾取と貧困のない豊かな社会と。3、権力による差別と選別のない平等な社会と。4、権力による洗脳と嘘のない正直な社会と。5、個人の命と生活と尊厳が守られる幸福な社会と。6、兵器と戦争とテロと難民のない平和な社会と。7、子ども、女性、高齢者、障害者、低所得者などの弱者が守られる安心な社会。8、人間の命と動植物の命と自然が守られる持続可能な社会と。9番目、権力犯罪と権力の乱用が摘発され、責任者が処罰され、社会正義が貫徹する公正な社会と。10、事実と真実のみが語られるタブーのない開かれた社会と。11、国民の知る権利と学ぶ権利が保障される知的な社会と。12、民意が直接政治と行政と司法に反映される直接民主主義の社会と。13、金持ち、政治家、公務員らの特権を認めない平らな社会と。14、中央集権を否定し地方分権を保障する分権社会と。15、憲法と法律のみが社会規範として機能する法治社会と。16、国民の上位に位置する天皇や国王を認めない主権在民社会と。17、人間の上位に位置する神と神の代理人を自称する法王や教祖を認めない非宗教社会と。18、自国のことのみを考えるのではなく、
全世界の国々が同じように平和で豊かで人間の尊厳が守られる社会となるように努力する世界市民の社会と。19、核兵器やミサイルや戦車や爆弾や自動小銃や爆撃機や戦闘機や空母や潜水艦や化学兵器や細菌兵器や気象兵器などの戦争兵器と大量殺戮兵器と兵士がない無戦争社会。20、国の経済は人の役に立ち価値を生む実体経済が主で、人の役に立たず価値を生まない金融経済が最小化される実物価値社会だと。こういう社会を我々の市民革命政権は目指しますよということですね。でこのような社会を実現するための市民革命政権の7つの基本政策とは一体何なのかということで、1、金融経済への課税ですね。で新政府は実体経済に課税しないと。金融経済に 5% の金融取引税を課税して年間475.8兆円の新たな税収を確保すると。そうなんです。だから実体経済が日本の場合は GNP534 兆円なんですね。それに対して金融経済の規模っていうのが隠されてよく分かんないんですけど、私が計算したところだと全部で9517兆円ということで、1京円に近いと、1万兆円に近いということで約18倍なんですね。だからこの金融経済に 5% の金融取引税を課税するということになると1万兆円の 5% だと500兆円ですから、毎年400いくら534.5 兆円の新たな税収がもたらせると、ここなんですよね。みんな実体経済に課税しようと思って、国民の反発を受けてるんですけど、実体経済に課税するんじゃないんですよ。金融経済に課税するんですよ、肝は。これが市民革命政権樹立の肝なんですよね。それで、日本の場合の金融経済は一体どういう部分が成り立つかというと、一つは株の取引額、東証一部年間641.8 兆円なんですね。毎日2兆円弱の取引があるということですね。それから2つ目が社債、ETF 上場投資信託とレイト不動産投資信託の取引額、これ年間 67.9 兆円から3つ目、公社債国債を含む発行額、これは 177.6 兆円なんですね。国債が150兆円ぐらいですかね。からデリバティブ取引、これが3098兆円と。デリバティブ商品というのは金融派生商品といって、証券会社とか投資銀行がですね、わけのわかんない、いわゆる株とか債券とか等々をパッケージにして、中身が分かんないようにしてわざとそれに3つの格付け会社というこれが 3A という最高の評価を与えるんですね。もう共謀してますんで、中身が分かんない、いわゆるびっくり箱みたいなものに最高額の評価を与えるとこぞって、投資家とか投資銀行とか証券会社が投資するということで、それがデリバティブ金融派生商品といって、
日本での取引額が3098兆円ということですね。から5つ目、商品先物取引と。これはもう商品のいわゆるトウモロコシとか小麦とかいわゆる、あるいは銅とか金とか銀とか等々のいわゆる商品先物ですよね。これが7.5兆円と。それから最後 FX 外国為替証拠金取引、これがすごいですね。5524兆円ですって。と全部で9517兆円ということ。まあこれ以外にも他にあると思うんですけど、とりあえずは日本の金融経済の規模は実体経済の 17.8 倍だと。でこれに 5% の金融取引税を課税すれば年間475.8 兆円の新たな税収が発生すると。ここなんですよね。でこの税収を使ってですね、何をするかということですね。で最初にやることはベーシックインカムを給付するということで、新政府は日本国憲法第25条の規定ですね、いわゆる健康で文化的な最低限の生活を国民に保障するという立派な文言が書かれてるんですけど、何の具体的なことを書いてないんで、単なるお題目に過ぎないですね。でこれを単にお題目じゃなくて本当に保障すると、新政府はいうことで、私の提案としては月20万年間240万円を無収入と低収入の国民2500万人に、最高240万のベーシックインカムを給付するということですね。でそれに必要な財源は2500万総予算32兆円なんですね。これは具体的には A と B があって、 A は完全に無収入の人に対して、年間240万円のベーシックインカムを給付すると。推定500万人に対して240万ですから12兆円ですね。で対象者っていうのは完全失業者、ホームレスの人から無年金の人から肉体的あるいは知的あるいは精神障害を持っている人で、7番目その他と。これが A なんですね。カテゴリー A と。でカテゴリー B っていうのがあって、これは年収が240万に届かない低所得者を対象にベーシックインカム、この差額なんですね。差額を政府が給付するということですね。で、推定2000万人いるだろうということで、いわゆる非正規労働者の平均年収が170万ぐらいなんですね。ですからその差額70万円を保証するということなんですね。で2000万人に対して年間予算が20兆円だろうということで、合わせると32兆円になると。ベーシックインカムの A と B 合わせると。で2000万人の内訳っていうのは非正規労働者が1700万人と。それから潜在的な完全失業者として専業主婦の人たちがいると思うんですけど、その他ですね。からベーシックインカムの別の形で子ども手当、ベーシックインカム子ども手当ということで、新政府は17歳以下の子どもの貧困をなくすために無収入と低収入の家庭の子ども推定250万人に1人当たり
月5万年60万の子ども手当を一律に支給するということで、200万人250万人かける60万人だと 15.3 兆円なんですね。で厚労省の統計によると、日本の子どもの貧困率は 13.9% で、10何歳以下の子どもの約7人に1人が経済的に困難な状況にあると。だから母子家庭とか父子家庭とか、あるいは、非正規労働者の家庭とかの子どもたちに支給するわけですよね。から4番目は消費税を廃止するということですね。これはなぜかというと、実体経済に課税することはやめるということですね。だから消費税 10% っていうことは 21.5 兆円を全廃するということになると、21.5 兆円が消費者の手元に残るわけですよね。と当然ながら実体経済の成長率をアップさせるんですね。から5つ目、教育の無償化ということで、幼稚園から大学院まで全ての教育を無償化すると。でこれの波及効果っていうのはものすごいと思いますね。日本の場合、塾に通わせる、あるいは私立の小学校、中学校、高校、大学等々で、ずっと私立で、通わせとおそらく2000万か3000万かかるんじゃないですかね。それが全部無償化されるということで、ですから可処分所得が増えるわけですよね。多大な恩恵を与えるということですね。でこれに必要な年間予算っていうのはGNP の大体 6% なんですね。だから30兆ぐらい必要なんですね。実際に日本政府が出しているのはその半分なんですね。15兆しか OECD ではトルコと並んで最低なんですね。それから6番目、返済不要の奨学金制度。これ先ほど話しましたフランスでの苦学生が抗議のために焼身自殺をしたということで、ですから日本でも無収入と低収入の家庭の18歳以上の高等教育を受けている学生を対象に月10万円、年120万円の生活費を返済不要の奨学金として給付すると。でこういう学生たちが100万人いるとすると年120万ですから1.2 兆円なんですね。これが6番目で、7番目、エリート教育を廃止すると。エリート教育ってことは要するに自分は他の人間よりも優秀で、賢いんだと。そこでもう差別意識が生まれるわけですよね。エリートっていうのは選ばれた先民であるというゴイムの思想と同じなんですよね。だからエリート教育はやめると。それからエリート教育の廃止し、かつ大学の入試制度を廃止すると、全廃すると。だから一つとしてフランスのバカロレア制度、高校卒業資格試験を導入して、それに合格すればどこでも入れるよという門戸をオープンにするというふうにすればいいんですね。だから試験なんかもうやめるってことですよ。ほとんど全ての試験はいらないんですよね。期末試験とか中間試験とかチェックする必要ないと。そうですよね。だから受験戦争をやめると、詰め込み教育もやめると。
そしてその最たるものである東大を解体すると、あるいは旧帝大を解体すると、いわゆる国家権力犯罪者養成機関なんですね。だから今回の一連の安倍政権、自公政権の不祥事に関して、表に出てくる官僚、国家官僚のほとんどが東大の法学部卒業生ですよ。彼らは公然と嘘をついて、何のお咎めも受けないという、国家権力犯罪養成機関としての東大を卒業してますんで、東大を解体するというのが絶対必要ですよね。こういうのが基本政策です。砂月さん、コンティニューコインですね。もう1時間10分過ぎましたね。40名様、全部で126名様、コメント29件ですね。コンティニューコインが砂月さん2つですね。ということで、ポイントだけ今日のメインテーマ。我々市民革命、政権が目指す社会とは一体何かということで、山崎さんそんなことは無理ですよというふうに、思ってる人はたくさんいると思うんですけど、無理じゃないですね。できるんですね。これは金融経済に課税すればできるんですよ。金融権力、信用創造特権を独占している金融マフィアを解体すればできるんですよ。1、2ですね。3、4、5、6、6。現在の実体経済に課税するままだと絶対できないですよ。7、8、9、10、11、12。ダメだ。9ですね。9まで。10、14ぐらいまで。ダメだ。あと2。3。ダメか。12ですね、今のところ。10、11、12、13、14、15。3つぐらいずつですかね。16か。解散するでしょうね、あいつは。17、18、19。おそらく1月年明けおとそ気分の通常国会冒頭に解散するんじゃないですか。
して2月に総選挙と。花見解散ですよね。あいつはそれで歴代自民党政権っていうのはそれでずっと勝ってきたから勝てると思ってるんでしょう。19、20と。で次、市民革命政権の7つの基本政策とは何かとですね。金融経済の課税ですね。これが肝なんですよ。実体経済の課税しか頭にないというんではないんですね。隠されている実体経済の20倍の規模の実体経済を破壊する、金融経済に課税すると。で、経済には実体経済とともに金融経済という2つの経済なんだと。でも金融経済を実体経済を破壊する20倍規模のいわゆる利益を一切生まない、ギャンブル経済だということは誰も言わないですね。金融マフィアと国際世界支配階級、ロシアの国際金融マフィアと自国支配階級によって意図的に隠されていると。なぜならばこの金融経済こそが世界支配階級と自国支配階級が各国民を支配し搾取する最強の道具なんですよね。だから隠してるんですよ。それをあえて言う経済学者は誰もいないと。実体経済と何かと。それは人々の生活に役立つ商品を生産するとかサービスを提供するとか物を運ぶとか、で日本の場合は GNP534.5 兆円だと。ただこの中にも戦争経済とかマフィア経済とか官製経済とかが混じっちゃってね、それを分離しないといけないんですよね。だから金融経済とは何かと。それは株や社債や公社債、国債、商品先物やデリバティブなどの金融商品を売買してその差益を儲ける博打であり、国民生活に役立たない価値を生まない博打経済のことになった。で日本の場合金融経済の規模は誰も経済学者統計取ってないんで正確なところ分かんないんですけど、私が調査した6つですね、金融経済の柱。一つが株の取引、東証一部年間641.8兆円と。吉行さんですね、お茶箱店配信ありがとうございます、よろしくお願いしますと。株の取引、毎日2兆円の株の取引があると。から社債ですね、 ETF 上場投資信託とレイト不動産投資信託の取引 67.9 兆円と。
から国債を含む社債の発行額177.6兆円と、これ全部いくのかな。ダメだ。最後の FX 以外、公社債からデリバティブ金融商品3098、それから先物商品先も 7.5 兆円と、これ大したことないですよね。で最大のものが FX なんですね。これ5524兆円と、デリバティブより多いんですね。で全部合わせると計9517兆ということで、534兆円の実体経済の 17.8 倍だということなんですね。これに 5% の取引税を課税すれば年間475.8 兆円の全く新しい税収が生まれると、これなんですよ。で、ベーシックインカム、年間240万円、月20万円を無収入の人、低収入の人、全部で2500万人、年間予算32兆円と、これは憲法第25条、生存権を具体的に保障するということですね。で A と B があって、いわゆる無収入の人たちに対して全額給付すると。これは500万人。そして、子どもの貧困を解決するために、じゃないや、カテゴリー B だ。年収240万に届かない低所得者層に対してその差額を保障するということで、20兆円なんですね。2000万人に対して。だから非正規労働者の年収平均が170万円ですから、差額を保障するということですよね。そして、子ども手当、無収入と低収入の家庭の17歳以下の子どもに対して月5万円、年60万円の子ども手当を一律に支給すると。で250万人に対して、総予算15.3 兆円。だから消費税の廃止ですね。4、消費税を廃止することによって21.5 兆円の
可処分所得が増えるんですね。増やす。実体経済が黙ってても 5% ぐらいになるんですよ。消費税廃止4、5、教育の無償化。これはもう保育園、幼稚園から大学院まで全ての保育教育を無償化すると。5ですね。これにかかるあれは GNP の 6%、30兆。今半分しか政府は出してないですからね。6番目、返済不要の奨学金。これは無収入および低収入の家庭の18歳以上の大学生、大学院生、専門学校生の学生を対象に月10万円の生活費を奨学金として給付すると。で、年間必要な予算は100万人いるとすると 1.2 兆円なんですね。から7、エリート教育廃止、大学入試制度廃止、東大解体と。国家権力犯罪者養成学校、東大を解体するということですね。これが今日のトピックスです。メインテーマです。1時間もう32分ですね。今日のトピックス、長門市長選で起こった大波乱ということで、これ長州新聞でいわゆる安倍の城下町なんですよね。下関と長門市っていうの、その市長選が17日あったんですけど、大波乱が起きたということで、自公公明推薦の安倍派の現職大西が参戦を阻まれ、元市議の原達也氏が当選を果たしたということで、大逆転したんですね、これ。安倍の地元から崩れ始めたと。で、下関市長選も次回は安倍の、元秘書が偉そうなこと言って、市長やってますけど、逆転されるでしょうね。から次、香港田中隆作さん、催涙弾撃てない警察と選挙結果の影響ということで、民主派が区議会選挙で、8割を取っちゃったんですね。その影響がもう出てきて、デモ隊に対して、催涙銃を持ってこないと、警察は。すごいですね。あれほど残虐な弾圧をしてた警察が弾圧にストップがかかったと。選挙で暴政にストップがかかったと香港市民が教えてくれたと。日本にとって教訓となる香港情勢から目が離せないと
田中龍作ジャーナルは皆様の支援によって続いてますという。田中さん頑張ってますね。次、これハンギョレ。歴史教育はちゃんとされてない日本と韓国の言論自由闘争史を学べとハンギョレ新聞。これは上村隆さんですね。元朝日新聞記者。彼が韓国のいわゆる人権派報道機関、報道のなんか賞をもらったんですよね。週刊金曜日の社長になってるんですね。マイナーサーチか。週刊金曜日も上村さんが社長になってからなんか赤字だったのが黒字に転換したみたいですね。からフランストラクター1000台パリに集結。農家が政府の政策に抗議したという。1000台ですからすごいですね、トラクター。AFP。それから桜を見る会、反社会勢力参加が大問題に認めた菅官房長官の身体問題ということで、新聞赤旗ですね。もう泥沼状態ですね。これ弁明すればするほどボロが出るという。もともと嘘から始まってるから、あいつらは話せば説明すればするほど嘘を嘘で、塗りつぶすということで。からこれがあれですね、フランスで学生が抗議行動と大学生の焼身自殺未遂事件がきっかけということですね。で、今日の重要情報、二転三転する桜を見る会を巡る釈明、私物化し積んでいるのに逃げ回るという長州新聞。なかなかいい記事ですね。ということです。ということで、3週間ぶりの放送が今日木曜日の放送、これで終わりです。時間が1時間38分ですね。29秒と。36名様、全体で146名様、コメントが76件ということで、現在日本時間で、もう11時近いですね。夜の10時53分ですね。ということで、翔さんが拍手してくれました。ありがとうございました。から吉行さん、銀行と金融が独占する金を生む不労所得金利、金融支配からの解放の戦いと、農国家日本と米国での政治支配、官僚支配、行政支配、司法支配からの解放の戦いと、山崎市民革命理論ということですね。まさに今必要ですね。日本だけじゃなくて全世界で。だから全世界のいわゆる普通の市民、利権特権を求めない普通の市民が今こそ立ち上がって市民革命政権を樹立して、金融経済に課税するような、そして、今日掲げた20の全く新しい社会ができるんですね、戦えば。ということでしたね。
K さん、トランプ大統領は署名お疲れ様でしたということですね。吉行さん、クラッカーですね。翔さんが拍手ということで、今日の放送はこれで終わりです。明日金曜日ですけど、できるだけ9時、今日みたいに9時近く、10分とか15分遅れるかもしれないですけど、開始したいということですので、またよろしくお願いします。お疲れ様でした。今日の放送、これで終わりです。